ました乃木坂工事中からバナナマンです。よろしくお願いします。もう知ってるよ。さあちょっとね企画行く前に、皆さん、ついにですね、皆さんの横に置いてありますなんだ新しい椅子でございます。やった椅子来たんですね。ついに届きまして、その椅子へですね、座り替えの儀式をやった行いたいと思います。これいいのよ。一度起立。それでは一歩ね、右にずれてください。一歩。さあそれでは新しい椅子お座りください。どうぞ。失礼します。すごいクッションだ。なんかよかった。リアクションいいじゃないですか。遠藤どうですか。柔らかい。やっぱ違うんだ。いいですか。あ、そうなんだ。梅いい？はい。いいです。調子いいですか。でもはい。だいぶ。なんですか、久保。若干硬いとかそうではない。あの絵を見ちゃったので。正直。そうなんですよ。やっぱそうだよね。ちょっと思ってたよりちょっとクッションが薄いなっていうのがなんか思ったんですけど。どうすんの？いやいや、どうすんのもないの。でも柔らかいですよね。はい。全然いいですよ。なんだ。嬉しい。もしなんかその家と違うじゃないかっていうのがあるんだって、そしたらまたイスランド開催します。やりたい。あ、もうやりたいって言ってますよ。イスランドやりたい。もうやりたいって言ってます。でもこれ下手したら戻りますからね。だからこれはあるんで。そうだね。ということで日村さん、本日の企画お願いします。新選抜メンバー今さら意外な一面クイズ。4期5期の中で37枚目シングルの新体制となったこの機会に、まだまだ知らない一面があるだろう4期5期生にベーシックな質問アンケートを実施。気になる回答をチェックしながらクイズを出題して、みんなの新たな一面を発掘していきます。いい回答したりとか一番多く答えた人ですか、メンバーのことを一番よく知っている、分かっている女王という、女王だ。称号がもらえます。なるほね、別に商品はございません。ど。なるほど。ねえよね。1位取るぞ俺。そのモチベーションです。1位を取る。そうですよ。新選抜今更意外な一面クイズ。第1問、一番好きな食べ物は筒井、卵焼き、林、オムライス、田村、上美濃、奥田、南、日置、縁側、中西、有月の白味噌のもつ鍋、弓木、ネギ。続いて最近ついちゃった小さな嘘は遠藤、お腹空いているのにお腹空いてないです。カキ、ご飯食べてないのにご飯食べた。筒井、嘘はつかない。川崎、マッサージを受けている時に店員さんに職業を聞かれてしまい、とっさにアパレル店員ですと答えた。そしてここで問題。中西が最近ついちゃった小さな嘘は、美容師さんに休みの日は何してますかと聞かれた時、どうしてますと言ってしまった。これが問題ということになりますけども、奥田何が好きなんだ。もう何への愛はもう負ける自信なくて。でもさ、カレーがあってのなんじゃない。なん単体が好きってこと。なんだろう、こうカレーって。うまいんですけど今の。ライスとナン絶対選べるじゃないですか。ライスは別に感動しないんですよ、カレーを食べたところで。あ、そう。でナンだとなんて美味しいんだってなるんですよ。まあいいけど1位はすごいね。意外ですよ。意外。玄関入って玄関マットがナン、自分で作ったナンのラグだったり、ランチタイムおかわり無料っていう旗を飾ってたりとか。ワントークがこんなにあるとはすごいわ。最近ついちゃった小さな嘘で遠藤とカキ同じようなこと言ってんだね。逆なんか私仕事の時は仕事現場でお昼用意してるので、お腹空いてたら食べてくださいねって言ってくださったんですけど、あ、大丈夫ですって
なんでちゃったっていう。もうなんかやった方がいいのかなみたいなあ、そう空気だった。です。もう巻いてる感じなのかしらこれはって感じなんで。なるほど、気使っちゃってる感じね。あ、じゃあカキも一緒かこれは。私はそうです。お母さんとかにお母さん。お母さんの一人暮らししてるし、実際はしないので。心配させないために。今日ご飯食べたんって言われても、うん、食べたって言って。食べた。言って違う。食べてないのに。食べてないけど。川崎なんかやっぱアイドルとかね何やってんすかっつって。そうなんですよ。前までは本当に事実を言ってて無職ですって伝えてたんですけど、あうんその割になんでこんなに体がバキバキなんですかって聞かれちゃうので、暴れる店員。立ち仕事でずっとみたな。ないるほど。これだから中西の問題になってるなんだっけ。美容師さんに休みの日は何をしてますかって聞そうか、かれたと。それか。わかる方いますか。はい。お、来た。はい、ヨギ。なんかちょっと最近ハマってる漫画をあるのに聞いたので、おこう消費者金融の借金取りをしてるとか。もう牛島くんですよ。皆さんないですか。はいはい。お、木村さん早かったですね。木村さん。休みなんかありません。常に私はアイドルやっています。言っちゃった。言っちゃうやつ、逆にだから。木村さん、これ最近ついちゃった小さな嘘ってこと。あ、そっか。そういう嘘じゃなくなっちゃった。何を言ったか当てるかクイズじゃないんですそっか、間違えた。はい。はい、右。お、爬虫類と共に過ごして爬虫類じゃない。あ、いいですよ、遠藤。じゃあこれ最後。野鳥の観察してます。出た。それだ。答えいきましょう。いや、俺もそれ。あ、やばい、出た。遠藤正解で鳥だよな。す。はい、中西。美容師さんとかにこう趣味とか聞かれた時その都度向こうが突っ込みづらそうなことを答えるようにしてていや、あえてでも美容師さんは何でも話合わせてくる。そうだね。じゃあどんな鳥とかって踏み込まれて結構困りました。だろうね。やったりしてることはなで。ないいですしょ。一切ないです。うん。うん。続いて学生時代一番怒ったことは何？怒ったか。いよき。友達に秘密を言ったら次の日いろんな人にバラされていたこと。怒るね。一ノ瀬。小学校の時登り棒で遊ぶ遊びを真似された時。井上。こういうのあるよな。友達が待ち合わせに2時間遅刻した上どうせ遅刻するからのんびり準備をしてきたと言われた時。続いて人生で一番怒られたのはどんな理由？遠藤。勉強をあまりしなかったりテストの点が悪かったり。田村。学校に行きたくなくて兄弟3人で喧嘩してたら姉がリモコンを投げてきて避けたらテレビにぶつかってテレビが壊れた時。いよき。中学生の時にアメ村に行ったことがお兄ちゃんによってバレた時。なるほど。川崎。母に借りてたジュエリーをなくしちゃった時。中西。高校時代眉毛を整えた時。そしてここで問題。井上が人生で一番怒られたのはバレエの発表会前発表会に出たくなかったのでした時。そしてさらに問題。林が人生で一番怒られたのはした表紙に母のお気に入りのしまった時。振り返りましょう。はい学生時代一番怒ったこと。いよき。友達に秘密言ったらバラされたの。はい。なんすやだね。すぐ次の日。本当に言わないでねって言ったんですよ。そしたら次の日なんかその班の話題にされてて。あ、こそこそ誰かに言ってたとかじゃなくて。だから次の日いろんな人に聞かれたりとかして、もうそのことを3日ぐらい口聞かなかった。いやいや、それはそう。ちなみにその秘密は何？タイムカプセルに書いてある内容でした。それでも信用してる親友みたいな子じゃない？親友なんです。なんで言ったんだろう。それ以外で学生時代で喧嘩したことなくて、私は言われてもいいもんとか言われて、もうムッキームキーだよな、それ確かに。言わないでねっていうのはやっぱダメだね。そうだね。言うんだね言っちゃうんだな。川崎の何これ借りてたジュエリーなくしちゃったって。そうなんですよ。結構やばくないこれ？すっごくやばくて。だってさ、お母さんがジュエリー貸してくれる時ってさ、なんか大事な時だから借りてるわけでしょ。そうです。そんなのでなくすわけなくない？ホックをかける
のがすごい苦手で、あ、ネックレスネックレス取れちゃってどっか落ちた。なんかつけたつもりが多分なくなっつけれてなくて、もうでいきなりなくなってたってこともしかしたら。もう気づいたらなくて、でももう本当になくしちゃいけないやつだったので、結構高めのやつなのね。はい。うわ、おでだから自分でなんか買えるかなって思って調べたら買えなくて、それはめちゃめちゃ高いでしょ、子供にしたら。もう怒られたっていうより本当にもうなんか意気消沈みたいなあショック受けてまあ、した。そうか、相当高いなこれ。それ買ってあげたらもう大人になって。そうだね。もう買えるでしょ。プレゼントしたらいいよ。誕生日とかでもいいから。してみます。それは本当それがいいわ。ね、中西の何なのこの高速でダメだったのにってことそうなんですよ。めっちゃ厳しくて、で多分まあみんな多分こっそりやってたんですけど、私が多分もうほぼなくなっちゃって下手だったので、で行って「お前それどうした?」っていうのですっごい反省文書かされました。学生時代眉毛出てた？いや出てないです。前髪もあったんですけど、それでも分かるぐらいなくなっちゃった。すげえ。田村が学校でリモコン出てる。田村もう繋がってないんだ。確かに多分何時間も電話で呼ばれるまで待ってるって嫌だよね。さあ問題いきましょう。 OK。まず井上から、バレエの発表会前何々をした、それで怒られたってことですね。いきましょうか。日村さんいいですね、いつも手挙げて。もうでもこれ当てちゃうやつだよ俺。はい、衣装ビリビリ。なるほどね。出れなくした。違うよ、よだ。髪の毛剃ったあ、それか。違うそれよだの発想だね。違いますね。小川行きましょう。私はい、手挙げてなくても指しますよ。私じゃないのよ。私発表会行きたくないんですよ。わざと転んだふりをした。近い。そうですよね。はい、うめ。足の指折った。バレエだからな。それ遠くないんですけど、何々をしてっていうのがあるんですよ。はい、いいですよ。ずっとタンスの角にやるね。怖っ。それもうすごい根性だな。すげえ根性だな。自分で怖っ。それ怖えな。こんなの面白いですけどね。一ボケがあったらあげたいですよね。からくりテレビ。からくりテレビ。はい、日村さん。自転車のタイヤ、回ってるタイヤに足を突っ込んだ。違いますけど、いいですね。ラストですかね。ヨギ。できないのにこう側転みたいな宙返りを側転。いけるぞ。なんか手つかず一宙返りする。手つかず宙返り。さあ答えいきましょう。ハンドスプリングをして、ハンドスプリングだ。いいよ、惜しいけど残念。ハンドスプリングだ。ハンドスプリング。はい、井上。正直これだけじゃ怒られなくて、その前レッスンをなんか2回ぐらい取っただからもうちょっとやりたくないが溜まってたんだ。でそれで練習もあんまできてないし、その状態で出たくないって思って、まあなんか怪我したら出なくて済むかなって思ってすげえ。やっと側転ができるようになったぐらいで、まあなんかやってみるかと思って、まあやって折れたんですけど、折れた。怖え。足緑色になりました。怖すぎる。どこが？親指の付け根、いや。指の骨折れるってどんだけ失敗してんですか？マットに着地できなくて、ドンって勢いで普通の地面にガンっていったら、でも結局めっちゃ腫れたし、めっちゃ緑色だったのに出させられました。バレエの発表会出たの？バレエの発表会出て、多分ちょっとひび入ってたぐらいな気がするんですけど、発表会後にレントゲン取ったらもう完全に折れてて、いや。発表会がもうダメ押しだったんじゃん。そうじゃない。でもそれが最後の発表会になりました。そうだったんだじゃないの。じゃあよかったね。じゃあよかったね。さあそしてもう一枚。林だっけ。はい。ほにゃららした表紙に母のお気に入りのほにゃららしまったと。はい。はい、日村さん。君は一番にいつも偉いの。いや、だって俺優勝したいんで。ジャンプした表紙に母のお気に入りの5月人形を壊してしまったと。そういうことですよね。違いますけども。はい。あきさん、君も結構偉いね。はい、やります。はい、ゆみき。ダイエット
トした拍子に母のお気に入りの乗馬マシンを壊してしまった。お前すげえピンポイントだ。いいな。なんだそれ。ダイエットをした表紙に。どうして。いやさすがですね。どうして。違いますね。はい岩本。くしゃみした表紙に、はい、くしゃみした表紙。母のお気に入りのイラストを汚してしまった。イラスト。じゃあ痰が出ちゃった。やだやつだなそれ。唾飛んじゃって。唾飛んじゃって。とんでもないの出る時あるもんな。違います。はい梅。料理をした表紙に、はい料理をした。母のお気に入りのケチャップをぶちまけてしまった。お気に入りのケチャップ。このケチャップはお気に入りだから使わないでね。料理した表紙へこれが。違います。表紙ってあんま言わないですね。はい与田。ギャンブルをした表紙に母のお気に入りのバッグを売ってしまった。面白い。面白いね。はいボケ。はいナイスボケ。面白いね。ギャンブルの状態でちょっと言われてほしいよもう。はい神奈川。食器洗いした表紙にお母さんのお気に入りの食器を壊してしまった。ああやばいやられた。後半正解です。さあ前半が当てましょう。食器洗いじゃない。林が何かをしてます。いないですかカキ。咳。あーでもね。くしゃみの時に惜しいとか言うよ。はい岩本。ダンスをした表紙に。さあ正解いきましょう。正解は小躍りした表紙に母のお気に入りのポットを割ってしまったということで岩本おまけで正解です。これいいわ。林小躍りしちゃったか。小躍りしたの。これ夕食時で、私が多分その食器とかを運んでて、夕方ってすごい子供が好きな番組やるじゃないですか。で当時すごいハマってた番組が始まって、お気に入りの英語のコーナーがあって、それが始まった年よっしゃってなって、こたつの周りをちょっとコードで倒しちゃって、それで怒られたの。めっちゃ怒られました。小躍りすんなっつって。何お前小躍りしてんだ。続いて一番好きな曲は何？遠藤青い光、カキスターライトパレード、神奈川言葉にできない、なんで？俺たちの方川崎スピカ、弓木花束、最近伊予木808、池田ラザービー、誰だこね中西虎、れ？ハンバード田村 All Alone With You、 本当かよこれ。筒井メルヘンを捨てないで、林先行少女、小川シングアウト。続いて今までで一番テンションが上がった瞬間は何？あこれいい。カキ推しのイベントに行ったこと、伊予木友達との登下校、小川カニ食べ放題、川崎バンプオブチキンさんのライブで自分のことを見てくれた時。そしてここで問題。弓木が今までで一番テンションが上がった瞬間はむずいな弓木。オールスター感謝祭でもらったこと。問題は弓木ですけど振り返りましょう。もう一番好きな曲日村さん、ちょっと中盤あたりもうなんだかわかんないよね。そう誰だっけな。ハンバーグだっけ。そんなようなやつ。ハンバートさん。聞いたことあるかな。多分あんまり聞いたことないかもしれないんですけど、めっちゃ暗い曲です。とにかく。あそう。好きなんだ。めっちゃ好きです。あそう。神奈川小田さんの言葉にできない。これね、我々世代はちょっとわかるけど。私はなんかこう CM で出会ったんですよ。まあね。写真流れてきてみたいな感じを見るともう泣けてきちゃって。わかるよ。しかも東京に上京してきた頃とかよく見てたので、余計にこう思い出がもう走馬灯のようにぐるぐる。それ。ナナがもうその一人それぞれでこう感じられるのですごい大好きな曲だな。わかる。思います。いいよね。まあここに来て小川のね乃木坂の曲を入れるって偉い。でもシングアウトが何より好きなの？乃木坂に入るきっかけになった曲で、コロナウイルスで休校になった時もすごい救われた曲なので。この時はまだ入ってないってこと？そうか。
じゃあちょっと自分でライブとかやったりするじゃん。本当になんか泣きそうになるんですよね。さあそして今まで一番テンションが上がった瞬間。これいいのいっぱいあったな。ねえ、カキのさ聞きたくなっちゃうよね。推しのイベントって。VTuber さん、VTuber グループの2時3時さんが2時3時側もビビんない？カキが来たから。でももう何にも言わずに友達と2年前に行ったんですけど、たまたま応募したら当たって幕張メッセで結構大々的にやる。こんなでかいイベントなの？ 2時そうなん3時？ですよ。ミーグリみたいなのがあって画面に映ってるんですよ。それにも私当たって天宮心さんっていう女の子の VTuber さんがいて、そこに並んで一番最初にでファンの気持ちで「こんにちは」って言ってでそこでライブ見たりとかしてテンション上がった。テンション上がってまさか行けると思ってなかったですし、ちょっと自分が落ち込んでる時期だったので、もうそのライブとか見ても大号泣。泣いちゃうんだ。その時ってどういうもううわーみたいな感じ。いやもう私ライブ会場の入るチケット当たらなくて、ライブビューイング友達とカラオケの室借りてスクリーンに映して友達と一緒に。友達も泣いてて私も大号泣。うわーすげえ不思議。まあでもそんだけ好きなメンバーと一緒に見てみんな泣いてるんだったら、まあいいね。これ陽気のさ友達との登下校ってさっきも友達との逸話あったけどさその頃の話？それから続いて小中毎朝毎帰り一緒に帰ってて、それが一番楽しかったです。何それ？だってさそっから大人になってさまだあるんだろ。あの頃は楽しかったよ。確かに下校の時のさもう爆笑しながら帰ったとかあるけど、いやそれ上回ってない今。でも今一番どこに戻りたいかってなったらそこで。登下校？そっか。ちょっとマジで15分ぐらいで帰れる道のりを1時間ぐらいかけて帰ってました。いいやつだな。なるほどな。小川のカニ食べ放題テンション上がった。上がるよな。これはいつ頃の話？なんかよく家族で、たまに行けるご褒美みたいな定番で自分で抜いて食べれるんですよ。カニ道楽？いやなんか成田の方のいいとこなの。成田のやっぱカニとかさ分かりやすく高いやつのさ食べ放題ってテンション上がるよね。むちゃくちゃ上がった。全部カニでできるんじゃないかぐらい食べまくってます。わかるよ。そして問題いきます。夢きオールスター感謝最近ですね。この前ですね。でホニャララをもらったこと。なんかもらったんだ。もらいました。さあ行こうノーヒントで。はいはい日村君。森脇健児さんの靴。なんでだよ。それしたら託されちゃってんだよ。テンション上がるだろ。赤坂ドリームやっつって。そう。はい梅。織田裕二さんと絡む時間をもらったこと？嘘。そうですね。これ織田裕二さん絡みは正解です。やばい。はい与田。織田裕二さんにファンサをもらったこと。あと何個か行きましょうか。はいはい久保。メス。久保です。いいよいいよいいよ前向きな視線いいよ。目線目線つったんだ。メスっていきなり手術で渡さなきゃいけないの。俺ビビってるよ。メス。何小田さんメスって。さあ正解いきましょう。ということでドンピシャ出ました。小田さんにファンサもらった与田。どういうことですか？どういうことこれ？これ実は与田さんも一緒に出てたんですよ。3人行ってたもんな。はい、その織田裕二さんが、アーチェリーの企画がアーチェリーど真ん中行ってたよね。超かっこよくね。最後の最後めちゃくちゃプレッシャーかかってるところで誰よりも高い点数取ったんですよ。あれど真ん中に当てる、すごいよな。過去のアーチェリーで俺も優勝したことある。そうなんだよ。いつか織田裕二さんと差しで勝負して。あんなど真ん中行く人いないよ。でもそうなんです。スーパースターだよな。でも誰もやっぱ織田裕二さんにあんまりかけてる人がスタジオ内でも少なかったんですよ。まあね。で司会の今田さんに「ゆみきちゃん押してるやん」って言われた時にもうめちゃくちゃテンション上がっちゃって、あんな大先輩にこの凡人がこうなんか「うわー!」みたいな「裕二さん!」みたいなやったよ。さすがだな。そしたら織田裕二さんも私に対してこうやってから左肩に手当ててこうやって会釈してて、すごい。あの織田裕二さんにこれできない。ここまでいけるよな。ここがいけないんだよ。これが織田裕二なんだよね。そっからもう物
抜けの殻。もぬけの殻って合ってんのそれ。家とかその表現合ってねえ。本日よりアンダーライブのモバイル先行受付開始。ファン大感謝祭2024の一般発売が30日スタート。こんにちは、筒井あゆむです。もう夏も終わり、秋冬がすごい好きなので、クリスマスが特に好きなので、もうこれから本当ワクワクです。街中がキラキラし始めて、早くクリスマスにならないかなと待ち望んでます。今年はどんなクリスマスにしようかなとずっと考えてます。皆さんもどう過ごすか教えてください。ではチャンネル登録お願いします。バイバーイ。